車遊びがしたい男、魅力です。今回はですね、自宅でも簡単にできるオイル交換のやり方を紹介していきたいと思います。ところで皆さん、オイル交換の頻度ってご存知でしょうか？一般的には5000キロ、または半年と言われております。しかしですね、こういった軽自動車はですね、普通車に比べて巡航時の回転っていうのがすごく高いんですよ。ですので、オイルの劣化っていうのが普通車に比べて早いと思います。ですので、私はだいたい4000キロぐらいで交換しております。では早速、オイル交換レッツスタート。はい、作業に取り掛かる前に、まずは必要なものを紹介します。まず、車を持ち上げる必要がありますので、ジャッキですね。別にこんな大きいものを用意しなくても、トランクに入るぐらいのサイズのものでも結構です。そして、車の下に潜りますので、服などが汚れないように段ボール。本当はネイタがあればいいんですけど、僕貧乏人なんでネイタなんて買えないんで、もう段ボールで済ましちゃいます。そして、車の下に潜るときはですね、必ずリジットラックをかけましょう。そして、今回のメインですね、オイルです。僕30リッターのやつ使ってます。出光ゼプロの 10W30 です。そして今回はエレメントも交換しますので、エレメント。そしてオイルの、ドレンボルトに捨てるドレンパッキン、これもちゃんと交換しましょう。変えないとオイルが漏れちゃいます。そして、オイルを入れるためのジョッキ、そして灰を入れるためのこういった受け皿ですね。今までは一斗缶を半分に切ったものを使ってたんですけど、今回撮影用に購入しました。590円ぐらいでした。そして、工具はこういったものが必要です。まずドレンボルトを緩めるためのメガネレンチです。これはお使いの車種のボルトに合ったサイズのものを用意してください。そしてオイルフィルターのカップレンチです。先ほどのエレメントを緩めるときに使います。これもサイズがいろいろあるんで、僕の場合 64mm なんですけど、お使いの車のエレメントのサイズに合ったものを用意してください。そしてここが8分の3の穴が開いておりますので、それに合ったラチェットハンドルを用意してください。僕は高原のやつを使ってます。めちゃくちゃいいです。これおーっと、ちょうどいいタイミングでパシリがやってきた。手伝ってもらおっと。では早速作業に取り掛かります。ジャッキアップをする前に輪止めを前輪にはめます。アクティは 4WD ですので、ギアを入れるだけでも大丈夫です。次にジャッキアップなんですけど、アクティの場合エンジンが後ろにありますので、ギアを上げます。ギアのジャッキポイントはデフで上げます。ではですね、ある程度ジャッキをアップしましたら、馬を入れます。車の下に潜る際は必ず使ってください。馬が入れ終わったら慎重にジャッキを下ろします。ではオイルを抜く前にですね、こちらのフィラーキャップと、奥にあるオイルレベルゲージを外します。この2つを外してからオイルを抜いていきます。こちらのドレンボルトを緩めて古いオイルを抜いていきます。17mm のメガネで外します。ある程度緩めましたら手でボルトを緩めていきます。そしてしばらく放置します。そしたらオイルを抜いている間に外したドレンボルトを掃除していきます。ブレーキクリーナーで大丈夫です。掃除が終わったら新品のワッシャーをつけていきます。はい、終わりです。ある程度オイルが抜けました。今回エレメントも交換していくんですけど、本来はもうこっち抜いてる間にエレメントも緩めたいところなんですけど、受け皿が小さくてちょっと長さが足りないので、先にドレンボルトを締めていきます。取り捨てる前に、前のワッシャーが残っていないかしっかり確認してください。手である程度締めたらメガネで締めていきます。キュッキュぐらいで大丈夫です。締めすぎは良くないです。ドレンボルトの締め付けが終わったら付着しているオイルを掃除していきます。ドレンボルトが締め終わったら残っているオイルをブレーキクリーナーを使って掃除していきます。あ、ごめん、また映った。そしたら次に、こちらのエレメントを外していきます。プラグレンチに、ラチェットハンドルを取り捨てて緩めます。ある程度緩んだら手で緩めていきます。そうするとこういった感じで垂れてきますので、このまま放置します。ある程度抜け切ったら外していきます。
賢い人はここでゴム手袋を使うんですけど、僕は素手でやっちゃいました。真似しないように。はい、エレメントの取り外しが完了しました。ここでワンポイントアドバイスです。こちらにちゃんとパッキンが残っていることを確認してください。車体側に残っていると、次捨てた時に二重パッキンになってしまうので良くないです。おいアホや。では、オイルを抜いている間にオイル除菌にオイルを入れていきます。アクティの場合、エレメント交換ありの場合は 2.7 リッターなんですけど、これは2リッターまでしか入りませんので、1.5 リッターと 1.7 リッターで2回に分けて入れていこうかと思います。はい、1.5 リッター入りました。では、車体に新しいエレメントを取り捨てていきたいと思います。取り捨てる前に、こちらのパッキンの部分に新しいオイルを塗ってください。OK。では、エレメントを取り捨てていきます。取り捨てる前に、元の部分に前のパッキンが残っていないか、しっかりと確認します。では、取り付けます。手で締まるところまで締めたら、工具を使って締めていきます。エレメントはそんなに強い力で締める必要はありません。あんまり強く締めすぎると潰れてしまうので、キュッキュッぐらいでいいです。なんなら手締めでも OK なぐらいです。危ないですけど。では、ドレンボルトとエレメントをしっかり締めたことを確認してから、新しいオイルを入れていきます。アグティの場合はミッドシップですので、こちらから入れます。ただ、注意点があるんですけど、上から入れる車と違って横からですので、勢いよく入れると溢れてしまいますので、ゆっくりと入れていきます。これ2回に1回は溢れさせとんの。やばい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 。言ったそばから溢れとる。それでは追加の 1.7 リッター入れていきます。そしたら入れていきます。では、オイルが入れ終わりましたら、フィダーキャップとレベルゲージを戻していきます。そして一回エンジンをかけます。かける前に必ずギアがニュートラルに入っていることを確認してからかけてください。ではですね、ある程度アイドリングが終わりましたら、レベルゲージを抜いてオイルの量を確認します。一度抜いて拭いてください。そしてもう一度差し込みます。レベルゲージを確認して、上までオイルがついていることを確認して、この作業は完了です。で、先ほどエンジンをかけた時に、こういったところからオイルが滲んでいないかも確認してください。ではですね、最後に廃油の処理なんですけど、オイルゴミと一緒に出せるオイル処理パックといったものも販売されているんですけど、僕の場合はですね、こういったポリタンクにある程度貯めてからガソリンスタンドに引き取ってもらうようにしております。いかがだったでしょうか。このように自分で簡単にオイル交換をすることができます。よかったら参考にしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。YouTube の他にも Twitter、Instagram、リンカラもやっておりますので、よかったらそちらの方もフォローしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあな。